チス誰も知らない狩人イカレタコスケです。今回もちょっとサンブレイクの話をもう少しだけしていこうかなと思います。最近なんだあれは何で話題になったんですかね。ツイッターで最初話題になったのかな。サンブレイクのロゴとアイスボーンのロゴが対になってるんじゃないかっていう話を聞いていろいろ調べてみたら、まあなんとなく繋がってくるところもあるし納得できるところもあるなっていうことで、そんなお話を今日はしていこうと思います。まずアイスボーンとサンブレイクっていうのは何かっていうと、モンスターハンター、ワールドとライズの、有料拡張パックですね。で、サンブレイクの方はついこの間、公開というか発表されました。そのサンブレイクとアイスボーン、両方とも有料拡張パックの、ロゴが対になっていると噂になってるわけですよ。どう対になってるかっていうと、まず並べたときに、背景のシャドウになっているドラゴンの形が、似ていて、そして左右、対称になっている。対称って全く同じ形ではないんですけども、向きが対称になっているということなんですね。これだけ聞くと、おいってお前そんなんで動画を出したんかいって思われるかもしれないんですけども、もうちょっと深掘りしていこうと思った時に調べていったんですが、まず、あと、サンブレイクとアイスボーンが対になっている。っていう話なんですね。ここちょっとね、ややこしいんですけども、そもそもとして、アイスボーンの意味っていうのは、これさ、日本人が、英語わからないタコスケみたいな日本人が見ると、両方とも勘違いしやすいんだけど、アイスボーンってどんな感じかっていうと、これ、文字としては氷と誕生なんですよ。だから氷に生まれるとかそういう感じかなと思ったら、アイスボーンって、氷になんか抱かれるみたいな、そういうイメージみたいですね。ね、英語訳の方を見ると、モンスターハンターワールドアイスボーンのパッケージモンスターであるイベルカーナっていう氷のモンスターがいるんですけども、このモンスターの方になんかアイスボーンワイバーンみたいな、そういった記述が見られるってことで、このアイスボーン自体は、このイベルカーナの、名前のものだろうと。確かね、イベルカーナのね、歴戦王の BGM がね、エンドオブアイスボーンっていうね、ゲームの最終モンスター、最後に出てきたモンスターと、この、イベルカーナの最終形態っていう意味でかけてるのかなと思いましたけどもね。そういった意味があります。アイスボーンの方には。そして、サンブレイクの方はですね、これも日本人読みで言うとさ、太陽を破壊するみたいなね、超絶、太陽爆破剣みたいな感じしますけども、調べてみた感じだと、どっちかっていうとね、太陽が雲を破壊するっていうと語訳になるんですかね。木漏れ日みたいなイメージがあるらしいです。意味があるらしいです。他にもいろいろ意味があるんだけども、モンスターハンターは雲の隙間から日が漏れるっていう演出が多いんで、これかなと。ね、サンブレイク。太陽が、雲を割って光が差すみたいなね。ちょっとライズとね、だいぶ似た意味がありますね。ライズサンブレイクだからそうすると、雲を割って光が差すって意味になるんですかね。なんでね、意味だけ見るとライズの延長みたいな感じがしますね。で、この二つもまた対になってるんじゃないかって。で、この対になってるの方はですね、どっちかっていうと、さっき言った、日本人、タコスキみてえな英語わからんちんが、間違えてしまいそうな方の意味で取るとってことなんですね。アイス、ボーン、氷、生まれる。で、サンブレイク、太陽を破壊する。で、太陽がない星、太陽がない中域っていうのは、むちゃくちゃ寒いわけですよ。基本的には氷になるものがあれば氷に閉ざされてるわけですね。なんで、太陽と氷っていう意味で、対になっていると。対になっていると。そして、ボーンとブレイク。生まれると破壊する。始まりと終わり。という意味で、対になっていると。そういうことじゃないかなっていうことだと思います。話題に上がったとしたらね。で、ロゴに載っているモンスターっていうのは、片やアイスボーンの方はイベルカーナですね。氷の竜。これストーリーにも深く関わってきたモンスターですけども。で、もう片方がおそらく PV にいたバンパリオン。歌唱です。吸血竜ですね。吸血竜ではないかなという話になってます。それでですね、確かにこの2体って比べると似てるんですよ。最初、ミラボレアスにも似てるよねって話を聞いて、確かにね、
演出だけ見るとすごくミラボレアスに似てるし、これはちょっとちょいがかじりなんですけども、コメントなんかで教えてもらったんだけど、ヴァンパイア代表するドラキュラの別名だっけ、ヴァンパイアの他の人だっけ忘れちゃいますけど、ブラドっていう、王様がいたのかな、王様だっけ、ちょっと全然この辺詳しくない。なんか、FGO かなんかでちらっとかじってるような気がしますけども、この人がですね、ヴァンパイアであると同時に、なんか、竜帝の息子っていう意味もあるから、もしかしたらミラボレアスの禁煙種とかもちょっとかじってくるんじゃないのって、確かにね、背景も赤い空に洋風の城の上にいる、黒っぽい姿をした、ドラゴンっぽい、西洋のドラゴンっていう形、まさにドラゴンって形をした、シルエットなんで、確かにそれはワンチャンあるかなと思ったんですけど、ここに関してはね、他にもちょっと考察の余地はたくさんあるんだけども、後で話すかもしくはまた今度話します。で、生態の方なんだよね。イベルカーナと歌唱バンパリオンの、比べるべき個人的な場所としては。見た目がまず似てるんですよ。とりあえず。で、見た目だけじゃないんですよね。これ実際モンスターとして出てきたらどれぐらい似てるかわかんないけど、PV とかを見る限りだと結構似てるんですよ。バンパリオン、吸血竜の方が若干ちっちゃく見えるかなって感じはするんですけどもね。で、とりあえずどこが似てるかっていうと、機能がね、似てるんだよね。まず PV の方を説明してしまうと、何やら空に赤いチラチラのようなものが見えて、それに向かってリオレウスが飛んでいくと、その吸血竜に襲われて、おそらく血を吸われているであろうと。で、その吸血竜の方は首元から何か赤い煙のようなものを出しているんですね。で、モンスターハンターにおける、シリーズにおける、この赤い何かっていうのは、大抵の場合は、竜属性の何かなんですよ。竜気、バルファルク、くしき格用のバルファルクが出している、赤いのと一緒ですね。イベルジョーじゃない、イビルジョーが口からブレスを吐いてる赤黒いのとかもそうですね。この辺。で、主人公が竜属性攻撃するときも、要は赤くなりますね。この辺ですね。竜属性なんですね、赤っていうのは。もちろん、吸血竜が、全く別のね、本当に赤い血を撒き散らしている可能性もゼロではないんですけども、今までの中でから言うとおそらく竜属性ではないかなと。人妖がアッシュなんかもね、赤いの出してますけども、竜属性を出しているんではないかなと。で、この期間から出した竜属性を使って、竜属性を使って操ってるわけではないんだけども、リオレウスのようなモンスターに何かしら、多分、本能をくすぐっているの。なんでだからリオレウスがその赤いチラチラに寄っていってるかよくわかんないんですよ。でも何かしらの効果を与えているんでしょうね。モンスターを操るような。なんで、そういった機能を持っていると。竜属性を操るのではないかなと思われます。そしてですね、じゃあイベルカーナの方はどうかっていうと、イベルカーナは氷の竜ですんで、氷を操るんですが、この氷どうやって出してるかっていうとですね、鱗の間にある器官から体液かな、これ何って書いてなかったけど、おそらく体液だと思うんですけども、体液を、液体状の体液を放出することによって空気中にばらまいて、それが凝固したもの、そういったものでハンターを攻撃しているんですね。そうなんですよ。もし、ヴァンパイア、血を操るという意味で、竜属性の、竜気なのか、竜血なのかわかりませんけども、そういった体液を操るっていう意味では、このイベルカーナも自分の体液を外に放出して、凝固させたりしながら操ってるんですよね。実際イベルカーナと戦ってる時に、その辺に霜のようなものが、浮いています。これって、吸血竜がリオレウスを誘ってる時の、赤いチラチラにね、よう似てるんですよ。そして、もし、その、竜属性を操って、リオレウスのように、他のモンスターに何か影響を与えるんだとすると、実はモンスターハンターライズ、サンブレイクではない方の、まだ今現状あるモンスターハンターライズの方に、いろいろね、背景的には、普段人を襲わない古竜が急にハンターを襲ってきたりとか、いろいろあるんですよ。本来だったら古竜が現れたらいなくなる小型モンスターたちがその場に存在するとか、異常行動っていうのは目立つんですけども、一匹だけ、
最後の最後に登場したおかげで、まあ、ゲストキャラクターではないかと思われているモンスターがいます。それが、クシキ格用のバルファルク。このモンスターっていうのは、先ほど言った通り、まあ、赤いエネルギー、竜属性の竜気っていうね、ものを使ってきます。で、このクシキ格用のバルファルクは、普通のバルファルクとは違うらしいんですね。本来のバルファルクってのは数千年周期で出てきて、まあ実際そのモンスターの特性的にも凶暴なんだけども、このクシキ格用のバルファルクの方は、もう自分の出している竜気が操りきれなくなって暴走状態にあって非常に凶暴であるっていうことが明言されています。竜属性に影響を与えて、そして竜属性を暴走させてしまった古竜。これがモンスターハンターライズの現状最後のモンスターなんですよ。ここ、ちょっとあるんじゃないんですかっていう話なんですね。で、これだけだったらただのゲストモンスターって話なんだけども、この格用、クシキ格用のバルファルクちゃんは、手記に登場してるんですね。まあ、ストーリーに関わるとまでは言いませんけども、各マップにある隠し要素たる、剣を手に入れると、手記が手に入りますけども、その砂漠のお話に出てきているぐらい、まあ、そこそこにストーリーに噛み合っているわけですよ。逆に言うと、三大古竜、途中で追加された三大古竜とかは、こういったストーリーへの絡み方っていうのは知ってないんですよ。そのバルファルクの竜属性が暴走していて、かつ PV ではリオレウスが何者かにおびき寄せられるように、赤い竜属性の塊におびき寄せられるように移動し、そして襲われている。それからシステムにある百竜夜行の存在。これはもしかすると竜属性が暴走したことによって、百古竜夜行っていう形が完成するためのパズルのピースなんではないんでしょうか？そして何より興味深いのが、数千年周期でしか現れないバルファルクが暴走することによって、まあ、数千年周期にしか現れないっつってもさ、数千年に一回しか生まれないとかではなくて、活動期間がね、多分非常に長いんだろうね。数千年に一回しか、まあ、見られないわけだから他のところで活動してるかもしれないけども、まあ、人里に降りて暴れるようなことっていうのが、まあ、数千年周期にしか見受けられないんでしょう。このバルファルクが暴走することによって、このライズでも、その暴走状態のバルファルクが見受けられたってことね。これ、他にも似たようなモンスターっているんですよ。数千年周期はさすがにないかもしれませんけども、まず滅多に見られることのないモンスターたち。ゴグマジオスとか詳しくないけども、あいつらも確か眠るモンスターで、周期があるんじゃなかったかな。そういったモンスターたちですね。もしかすると、吸血竜のその力っていうのは、もしかして、本来ならば、おとなしいモンスターたち、まだ眠っているモンスターたちを呼び覚ます力を持っているのかもしれません。そうなると、溶岩道の振動。これね、これも手記にある、よくわからない振動があるよっていう話、まだフラグが回収されていませんけども、ここも少し繋がってくる可能性がありますね。吸血竜の、その、竜属性を暴走させる力により、地下に眠っていて、今現在本来だったらば蘇るはずのないボス級のモンスターたちが次々に蘇るというか目を覚ます。なんて可能性もあります。まあそんなところで、まあ確かにね、対比という点では、まあちょっと似てるかなと。イベルカーナは直接関係なかったんですけども、やっぱりただ、目覚めというかね、モンスターが現れる予兆という点では、イベルカーナも一役買ってたんですよ。イベルカーナ自体がね、予兆になってたわけではないんですけども、その予兆を観測するための存在として、イベルカーナがいましたからね。まあてなわけで、今回もダラダラとした考察にお付き合いありがとうございます。いやーもうとりあえず待ちきれませんな、木曜日が。誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。TU! 回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果てまな心君は知らない